Good morning。風が気持ちいいですね。あの門をくぐると異世界に、ここはいいと思います。おはようございます。ミロクです。今日カンボジア2日目です。今朝7時半くらいなんですけど、ホテルでコーヒー飲んでから、e バイクを借りてアンコール遺跡群を観光します。ホテルのカフェでカフェラテを、飲んでます。明るくておしゃれですごくいいですね。デニッシュなんかも、売ってたんですけど、外で歩きながらなんか朝食あったら食べようかなと思ってますんで、今コーヒーだけいただきます。それじゃそろそろ行きましょうか。カンボジアはすべてドル決済だと思ったんで昨日調べてなかったんですけど、カンボジア独自の通貨としては、リエルがあります。でこれが1000リエル、これが1000リエルなんですけど、1000リエルで 0.25 ドルです。で1ドル以上の場合は、ドルでお釣りが来るんですけど、 0.5 ドルとか 0.25 ドルとか、細かい端数が出た時に、リエルが出てくるみたいですね。でこちら側からリエルで支払うこともできます。なんかこの右下見ると9000みたいに見えるけど、これ1000ですね。なんかかっこいいガルーダが乗ってるのかな。こっち側にもナーガの像かな。いろいろかっこいい王国のマークなんですかね。ちょっと分かりませんけども、お札のデザインは結構かっこいいですね。今朝8時くらいです。で外曇ってるんですけど、そんなにジメジメしてないですね。昨日の夜の方が湿度は高かったような気がします。で日差しがない分、暑かったりしなくて、なんか結構涼しいですね。ちょうどいい感じします。で今から行くのがちょっと見えるかな、見えないか、グリーン e バイクっていうお店で、ここでは電動のバイクですね、借りることができるみたいです。でガソリンのバイクと違って免許証がいらないらしいので、これで、遺跡をぐるっと回っていこうと思います。バイク借りに行きたいけど、いい感じのお店見つけたんでちょっと入ってみます。朝ごはんです。 Good morning. Do you have amok? So sorry that No? I have some. No, okay. This one, yeah. Thank you. アモックないみたいなんで、なんかアヒルの麺、なんかヌードル、頼んでみました。4ドルみたいですね。これは無料なのかな。あったかいお茶がテーブルに置いてありますね。あとはなんかいつもの調味料か、ナンプラーと、なんだろう、これはなんか醤油みたいなやつと、これ昨日使ったんですけどめちゃくちゃ辛かったですね。注意してください。これスイートチリかな。なかなか活気のあるお店で広くていい感じです。 Thank you。 グラスが来たんで、お茶いただきましょう。ヌードルも来ました。美味しそうですね。ワンタンとなんか草みたいのがいろいろ入ってます。もやしとライムかな。あとなんかソースもついてますね。これ使って食べてみましょう。美味しそう。朝ごはんにぴったりですね。はい、いただきます。美味しいですね。意外と思ったより麺にコシがあって、
日本のうどんじゃないけど、なんていうのかな、まあ、ラーメン、平打ち麺のラーメンみたいな感じかな。ちょっと甘めの味付けです。美味しいですね。これがダック、アヒルのお肉かな。ちょっと固めの鶏肉みたいな感じ。癖はそんななくて、食べやすいと思います。あとワンタンもある。結構大きなワンタンがあります。普通のワンタンですね。スープがちょっと甘いんで、辛いやつ入れてみましょうか。これ結構辛いんで、あんまりたくさん入れない方がいいと思います。まあ、こんなもんちっちゃいスープに、ちっちゃいスプーンに、半分くらい。で、まず試してみましょう。スプーン半分で結構辛いですね。これ全部辛くなっちゃったかもしれない。大丈夫かな。まあちょっと辛いけど美味しいですね。Thank you. Podara? Podara? You never Noodle yeah. grilled duck. Yes. for the last. Yes. なんかドルがなくてリエルで全部お釣りもらいました。まあ使えるから大丈夫でしょう。じゃあ今度こそ、e バイク借りに行きましょう。犬も寝てる。こんな感じで朝はのどかな街並みですね。そういえばさっきのお店で出てきたお茶なんですけど、ちょっと辛くて味よく分かんなかったけど、多分ジャスミンティーのあったかいやつですね。無料でした。なんかおしゃれなカフェもありますね。この焼肉 2.5 ドル。安いな。電気屋さん多い気がしますね。暑いからエアコンとか扇風機は売れんのかな。なんか猫の集まりみたいですね。かわいいな。みんな同じ感じ。親子かな。ゆっくり休んでるみたいです。すごいな。何匹いるんだこれ。Good morning。大通り出てきたら車通りがすごく多くなってきましたね。もう少しです。国道沿いには大きなホテルがたくさんあります。これですね。グリーン e バイク。グリーンの e バイクがたくさんありますね。こっちかな。これが e バイクだと思います。ちょっと借りに行ってみます。Good morning. Is e バイク available? Okay. はい、レンタルバイク借りました。自転車タイプ、こういうe バイクってやつあったんですけど、これだと40キロまでしか走れなくて、なんか途中で充電必要だから、こっちの e スクーターの方がいいよって言われて、e スクーターにしました。値段は10ドルと13ドル、こっちが13ドルで、ちょっとだけ高いんですけど、こっちだと70キロ走るんで、遺跡いろいろ巡ったりしても大丈夫っていうことで、今回はこっちにしました。で、基本的には日本の原付と同じような感じかな。で、ライセンスはいらないそうなんで、これで行きます。で、ヘルメットもありましたんで、これ使って安全に行きます。操作方法はお姉さんが
細かく説明してくれましたんで、それを聞けば大体分かると思います。ほとんど日本の原付と一緒ですね。はい、じゃあまずは e バイクでアンコールワットのチケットセンターに行きます。だいたいここから12分かな。はい、じゃあ安全運転で行きます。めちゃくちゃ静かですね。 e バイクなんでスピードもそんなに出ないんで安全です。風が気持ちいいですね。日本人には慣れない右側通行なので、そこは気をつけないといけませんね。すぐ感覚は慣れると思います。で、信号の通り守って走れば安全です。で、信号のない交差点結構あったんですけど、ちょっと細かいルールわからないんで、みんないなくなるまで待ってた方が安全かもしれません。小さい道なんでそんなに渋滞はしてないと思います。交差点は結構車もバイクも突っ込んできますんで、交差点付近では減速してしっかりと様子見た方がいいですね。たまにこのラウンドアバウト、信号のないぐるぐる回る交差点がありますね。これは結構怖いね。流れに身を任せてうまいこと渡りましょう。あれがチケットセンターかな。あっちか。到着しました。じゃあまずここでアンコール遺跡群のチケットを買います。で、1日券とか3日券とか観光日数に合わせてチケットを買うみたいなんで、私は今日1日で全部回りきってしまいますんで1日券を購入します。ここがチケットオフィスです。あっちの左側が入り口かな。行ってみましょう。1日券と3日券でカウンター違うみたいです。右の方、この32番までが3日券かな、62ドルで、この右側の33番以降が1日券専用のカウンターみたいですね。クレジットカードも使えるみたいです。 Hello, one day, one person. I'm from Japan. Okay. チケットをもらいました。お金払ってカメラで顔写真撮ってもうすぐ出てきましたね。これがあればアンコール遺跡群どこでも行けます。さあ今9時半です。ようやく出発できます。まずはタプローム遺跡、こっからバイクで15分くらいですかね、行きます。ちょっと日が出てきて暑くなりそうですね。日焼け止めはしっかり塗っといた方がいいと思います。それじゃあ行きましょう。ヘルメットが小さいんだけどしっかりかぶっていきます。こういうずっとまっすぐな道が多いので走るのも結構楽しいですね。バイクが怖かったり道迷っちゃうって人はグラブタクシーでも安いと思いますんで、グラブにするか電動バイクにするかは人それぞれでいいと思います。この P っていうところにバイクは止められるみたいですね。はい、向こうが入り口です。じゃあ車に気をつけて入り口に向かいましょう。タプローム寺院到着です。中入ってみましょう。はい、入り口のスタッフさんに、チケットを見せて中に入ります。このタプロームはクメール王朝時代に建てられた遺跡で、映画トゥームレイダーのロケ地として有名みたいです。あんな感じでツアーガイドさんにお願いするのもいいかもしれませんね。いろいろ説明してもらえますね。
一つ目の建物ですね。石の建物から木が生えてる。この門の装飾もかっこいいですね。ひんやりしてる。お、いろいろ出てきました。この辺はちょっと崩れてる。こんな感じで石の遺跡と木が融合しているところがたくさんありますね。木に飲み込まれてるのかな。この木が石の遺跡を飲み込んでるの分かりますでしょうか。すごいですね、木の生命力。遺跡の中に入るとひんやりしてて涼しいですね。ところどころ崩れてるのかな。侵入禁止の場所もあります。ここもすごいですね。かなり大きなガジュマルの木かなが建物を侵食してます。ところどころ崩れている場所もありますね。いや、木漏れ日がちょうどいい感じに照らされて神秘的な雰囲気です。お、こっちもすごいな。ちょっとツアーの人たちがこっちの道は通らないみたいなんですごく静かですけど、こっちにもいろいろ見どころありますね。こういう柱とか壁とかにいろんなレリーフが彫ってあって、それぞれ結構違うものがあって面白いですね。これは何だろうな。あ、こっちのルート人がいないと思ったら行き止まりみたいですね。戻りましょう。ここ写真スポットですね。すごく大きな木が生えてる。いろんな動物みたいなレリーフがありますね。ここの建物のどこかに恐竜みたいなレリーフがあるっていうので有名なスポットがありますんで、ちょっと探してみましょう。どこら辺かな。結構形が複雑で適当に歩いてるとすぐ迷っちゃいますね。基本的には順路に従っていくのがいいんだと思います。まあでも寄り道も楽しいですからね。しっかり堪能していきましょう。お、見つけました。恐竜のレリーフ。これですね。まあ確かに、なんだこれはステゴザウルスっていうのかな。恐竜に似てますね。ちょっとこれ場所、これわかるかな。タプローム遺跡の左下というか南西の位置あたりにあります。結構修復されてるみたいですね。もともとあまり整備されてなかった道が今は綺麗な石畳になってますね。今これ西門付近ですけど、ナーガの像かな。ナーガの像、蛇みたいな形ですけども、インド神話に出てくる蛇の神様ですね。地上と天界を結んでくれる、架け橋になってるみたいなことをどっかで読んだ気がします。このナーガの尻尾がずっと伸びてて、それが橋になってるっていう感じなのかな。そういうデザインなんだと思います。中央は観光のお客さんがたくさんいますんで、この全然人のいない周りも結構おすすめです。これ日本でもよく見かけますけど、この石が積んであるやつ何なんですかね。なんか意味はあると思うんですけど、私よくわからないんですけど、ちょっと何かはわかんないけど狛犬みたいなやつもいました。ちなみにさっきのチケットオフィスからグラブのトゥクトゥクで2万リエールくらいですね。 2.5 ドルくらいか。
複数人で行くときはグラブだと結構安いですね。そろそろ次の遺跡に向かいましょう。次の目的地は武雄と書いて武生です。ここからバイクで7分くらいかな。じゃあ行きましょう。武生寺院到着しました。ここからは歩きで行きます。なんか道路の向かいのところが駐輪場になってましたんで、そこに止めてこれから歩きます。だいたい100メートルくらいみたいです。この武生寺院ですけれども、インターネットで見た感じ、クリスタルの古老、古い老人の古老ですねと呼ばれているみたいです。なんでクリスタルなのかはちょっとわからなかったんで、この先見てみましょう。武生建設当時の王様ジャヤバルマン5世が、建設の途中で亡くなってしまって、未完成の状態になってるみたいです。で、次に即位した、ウダヤディティヤバルマン、1世という王様が、この建築を続けるかどうかっていうのを占いした結果、中断となったような。じゃあ中に入ってきましょう。これ結構上の方まで登れるみたいですね。近くで見ると結構迫力がありますね。大きいです。ずっと四角い建物なんていうのかな。このちょっと段差の激しい階段を登ります。入り口なんか補強されてるな。はい、結構段差激しいですね。さらにこの階段を登ります。手すりがないとちょっと危ないですね。さらに登るんだ。ここから先は手すりがないので気をつけながら行きましょう。すごいな。みんな手つきながら登ってますんで、ゆっくり慎重に登りましょう。結構幅が狭くて登りづらいですね。もうでもすでにこんな高いところまで来てます。まだまだ上がありますんで登ってきます。最後の建物来ました。これも登っていきましょう。ちょっと今人が登り降りしてますんで、まず先に周り見てみましょう。上からだとこの敷地内がとてもよく見えますね。結構高い位置にありますね。ここら辺手すりないので歩くときは気をつけてください。さっきのタプローム遺跡に比べて規模も小さいのもありますけど、人が少なくてのどかでいいですね。よし、階段空いてきましたんで登ります。頂上まで登るとありがための場所があって、ここでお祈りできるみたいですね。あとは映えスポットですかね。この風景を背景に写真撮ってる方結構いましたね。見晴らしいいですね。この中央の建物を囲うように四方にこういう何というのかな、祠みたいのがあって、それを囲むようにさらに四角く塀が立ってますね。四角に綺麗にまとまってて美しいと思います。改めて下から見るとすごいですね。結構建物自体一つしかないんですけど、建物自体はすごく大きいです。はい、じゃあ武生寺院出ます。結局クリスタルの古老の意味はよく分かりませんでした。インターネットで調べると、クリスタル、水晶的なものが置いてあるというわけではなくて、
宗教的な概念的な意味らしいです。ちょっとよく分かりませんでした。次に向かうのはプリアカーンというところなんですけど、 eSIM がインターネットつながらなくなってしまったんですけども、マップ上で見えてますんで、GPS を見ながら、向かいます。プリアカーンまで16分くらいですね。ただ Google マップ的にはここを通ることになってるんですけど、通れんのかな。トゥクトゥクのドライバーさんに聞いたら、やっぱあそこ通れないみたいですね。ちょっと遠回りしていきます。さっきの道まっすぐ行ったらすぐリルートしてくれて、結局15分くらいで着きますね。なんかこの橋のところにでっかいナーガがいました。かっこいいですね。このアンコールトム遺跡群は一旦スルーして、なんだっけ、次の遺跡に向かいます。アンコールトムは後で行きます。門のところに顔がついてますね。プラヤカーン着きました。この辺にバイク止めればいいのかな。ちょっと止めて、向こうか。ここから先はバイク止めて歩いていきます。なんかご飯が食べられそうですね。ここ終わったらお昼にしましょうか。はい、プリアカーン到着。今から入れます。このプリアカーンは聖なる剣という意味を持つ寺院みたいですね。で、戦争で勝利した記念として、ジャヤバルマン2世が、建てました。でこの境内に、武具館、武器、を置いておく場所があって、その中、武具館の中から、黄金の剣が見つかったという、そういう逸話から、聖なる剣と呼ばれてるみたいです。ここら辺も結構崩れてますけど、一つ一つ柱にリリーフ彫ってあってかっこいいですね。何かを支えてんのかな、これ。上の何か偉い人を支えてんのかもしれません。入り口の橋はやっぱりナーガの像になってるのかな。あとはたくさんのこれナーガの尻尾で綱引きをしている神様たちの像なのかな。ちょっと首が取れてしまっているものも結構ありますけど、なんかみんなこのナーガの尻尾を掴んで引っ張ってる様子見えますね。向こう側も同じですね。神様たちがナーガの尻尾を引っ張ってるみたいです。遺跡にいるこの演奏してくれてる音楽、いい感じですね。非常にのどかです。 CD も売ってるみたい。ようやく入り口着きました。敷地が広いんで結構歩かないとたどり着けません。ここもなんかいろいろ細かい模様が彫ってあって素敵ですね。建物自体がゲームの世界みたいな感じで歩いてるだけでもワクワクしますね。綺麗なリリーフ残ってますね。壁に小さい穴がたくさん開いてるんですけど、昔はここに宝石が埋め込まれててキラキラ輝いて綺麗だったみたいです。本当かどうかは分かりません。いや、そこら中に穴開いてんな。これさっきの間違いかもしれませんね。すいません。すごい細かいな。何が書いてあるかわからないけど美しいですね。なんか踊ってる人もいます。
遺跡自体すごく広いんですけど、老朽化してるのか危険で立ち入り禁止になっているところが多いので、ほぼ一直線で行く感じですね。なんかめっちゃ踊ってますね。楽しそうです。看板によるとこれかな、羽の生えたガルーダがナーガを足で踏みつけてるみたいですね。喧嘩してんのかな。階段か、これかなり急ですね。でも標識あるってことはこれ登っていいのかな。登ってみよう。すごいな。上にお香が焚いてあってお祈りする場所なのかな。ここ見晴らしいですね。なんか緑の池というか沼がありますね。こっちにはなんか2階建ての神殿みたいなやつがありますね。ヨーロッパのパルテノン神殿とかそんな感じのイメージの建物がありました。神殿の内部です。なんか柱があるだけなのかな。柱が組んであって、上のフロア床みたいのもないんで2階建てじゃないのかもしれません。ここにもさっきもいたなんか狛犬みたいなやつまたいますね。これ狛犬の名前が分かんないんだよな。この外周もいいですね。なんかすごく遺跡っぽくて、私はヒンドゥー神話、インド神話はあんまり詳しくないんですけども、その辺をもっと勉強してから来るとより楽しめそうですね。分からなくても全然楽しいんですけどね。強そうな戦士の像かな。また中心に戻ってきました。これでだいたい回ったかな。じゃあ戻ってお昼にしましょうか。何重にも門があってまっすぐ作られてますんで、ずっと遠くまで見渡せますね。すごく美しいですね。天井とか崩れそうで崩れない、絶妙なバランスで組んであるんでしょうね。はい、プリアカーンでした。じゃあお昼に行きます。今思うとこれ入り口のなんか支えてるやつガルーダな気がしますね。違うかな。なんか羽っぽいのが生えてますね。はい、プリアカーンのすぐ向かいにあるこのレストラン行きます。観光客向けだろうけど、ローカルの店ないんで行きましょうか。結構いい感じのレストランですね。いや、お昼に近づくにつれてめちゃくちゃ暑くなってきました。いや、水分補給と日焼け止め必須ですね。もう私も今朝からお水のペットボトル買いましたけど、もう飲み干しちゃったんで、またここで買っていきます。コンビニで買うと 0.25 ドルくらいですごく安かったんですけど、路上のなんか商店みたいなところで買っても、さっきは 0.5 ドルだったんで買って飲んでいきましょう。いや、暑い。フライドライス、チャーハンみたいなやつとコーラ頼みました。いや、暑い日のコーラは最高ですよ。よいしょ。冷え出て最高です。行きの道の途中で見かけたんですけど、
自転車で遺跡巡りしてる人も結構いそうですね。なんかレンタルマウンテンバイクみたいな。ただ軽く一周するだけでも40キロくらいありますんで、この暑い中自転車はかなりきついと思います。でグラブのバイクみたいなやつ、あれだと結構安かったんで、一周してもちょっと計算してないですけど2、30ドルくらいあればいけそうな感じしますんで、複数人で来る場合は、グラブもありかなと思いますね。なんかどの扇風機も動いてないんですけど、すごい気持ちいい風が抜けて快適です。ご飯到着しました。思ったよりチャーハンじゃないけど、多分チャーハンと肉炒めと卵焼き、目玉焼き、これ昨日の夜食べた六楽かもしれませんちょっと名前違ったんで頼んじゃいました。いっか、美味しそうだからいただきます。じゃあいただきます。やっぱご飯チャーハンみたいでちょっと味ついてますね。薄いけどご飯だけでもいけちゃうくらい美味しいです。肉も昨日とちょっと違うのかな。なんか野菜がいろいろ入ってる気がするな。若干甘辛でやっぱ昨日のに近いな。固めに炊かれたお米のチャーハン結構美味しいですね。めちゃくちゃ片焼きというか、もう揚げてある目玉焼き、これもちょっと美味しそうね。こんな感じで大体のお店に箸も置いてありますね。ナイフはないんで、このスプーンと箸で切り分けながら食べる感じです。バリバリだけどこのフライドエッグも美味しいですね。また肉炒めの下にトマトとか生のきゅうりとか入ってます。コーラが 1.5 ドルで追加で500ミリの水1ドル、追加してトータル 7.5 ドルでした。肉炒めとチャーハンは5ドルでした。ごちそうさまでした。ハンモックで休んでいいみたいなのでちょっと入ってみましょうか。いいですね。ちょっと休憩していきましょう。ハンモックで寝ちゃいそうなんで次行きましょう。アンコールトムという大きな遺跡群の中で、まずは中心にあるバイヨン寺院目指します。このアンコールトムっていうのは非常に大きいという意味らしいんですけど、たくさんの寺院が中に入ってますんで、この大きな観光名所を巡っていきます。ここがアンコールトムの北門ですね。で、北と南と西3カ所に、同じようなこういう門があって、東だけは勝利の門と死者の門っていう、2つの門が、合計で5カ所門があるみたいです。こんな感じで入り口すごく狭くなってて、車1台がギリギリ通れるようなところです。トゥクトゥクにハンモックつけて寝てる人いますね。いいですね。アンコールトムはパーキングが決まってますんで、一回ここに止めて歩いていきます。今北門を通って中心に行く途中のパーキングで止めました。象のテラスという観光地ありますんで、まずそこから見ていきます。はい、ここは象のテラスですね。この先にあるみたいです。いや、
日が出てきてめちゃくちゃ暑いですね。この象のテラスにはその名の通り象さんをモチーフにした飾りがたくさんあるみたいなんですけど、どこでしょうね。いつもの狛犬はいるけど象は見当たりませんね。なんか猿がいっぱいいるな。食べ物持ってたら襲われちゃうかもしれませんね。猿いっぱいいますね。なんか親子の猿は刺激すると凶暴になるみたいなんで気をつけていきましょう。なんかあんまり象はいないみたいだけど、どこだろう。もともとはこのテラス部分、中央に王のテラスという、建物があって、そこに王様がいて、たくさんの兵士たちが、下に並んで接見をする場みたいなものらしいんですけど、今は建物がありませんので、その土台だけになってますね。あれどこだ。本当に象さんが全く見当たりません。場所はあってそうなんですけど、事前に調べたような象のモチーフは一つも見当たりませんね。もうちょっと探してみます。これか。入り口の手前のところでした。これが象さんですかね。牙があって鼻が下に垂れてる、そんな象になってるのかな。こっちの壁にはもう象が、これ見えるかな、象がかたどられてますね。確かに象さんいっぱいいるわ。なるほど。これ入る前の一番手前の壁を見れば象さん見つけられます。こんな感じ。でも中心の方はまたガルーダですね。ガルーダがこのテラスを支えているような、模様になってますね。なんで正面より右の方、あと多分左の方も象さんになってるかなと思いますんで、中心はガルーダです。続いてこの象のテラスから歩いて10分くらいのところにあるバプーオンという寺院に行きます。このアンコールトムは大きく四角く囲われた王宮なんですけど、その中にたくさんの寺院があって、今この遺跡群として有名な観光地になってるっていう感じです。ツアーで行ったりするとここすごく広いんで有名なところしか回れないんですけど、こうやって自分の足で行くと、好きなように歩きながら、好きな場所を見ることができます。それも自力で行く楽しみですね。落ち葉を掃除してくれてる人たちがいます。この敷地内めちゃくちゃ広いんで途方もない量吐いてくれてると思います。すごいな。落ち葉の山ができてる。ありがとうございます。バプーオンに向かう道の途中で、立ち寄る予定なかったんですけど、なんていうのかな、フィメナカステンプルっていうのかな、ここは登れないみたいですね。迫力ありますね。いつもの狛犬と角には多分象みたいな像がありますね。ちょっと上に登ることもできないみたいなんで、ぐるっと回ってそのままバプーオンを向かいます。ピラミッド型になっててかっこいいですね。あんまり観光地じゃなさそうで地面がボコボコですね。ちょっと歩きにくいかもしれません。池みたいのがありますね。 Google マップを見るとウーマンズポンドって書いてあるんで、沐浴をする場所なのかな。ちょっと何も看板等もないので詳細は分かりません。
あれ、さっきのフィメナカス寺院のところ裏側回ったら階段がありますね。登っていいのかな。ちょっと行ってみましょうか。ダメでした。じゃあ改めてバプーオン行きましょう。なんか道があるのかないのかよく分かりませんけど Google マップのナビを信じて林の中歩いてきます。あと5、6分なんですぐ着くと思います。逆に林の方が日陰があって涼しくていいですね。裏手に看板ありましたね。フィメアナカスかもしれません。あれ、これ右まっすぐ行きたいのに順路はこっちみたいだな。行けるかな。バプーオンたどり着けるかな。とりあえず歩いてみます。Google マップからは外れましたけど、この壁はバプーオンの外壁だと思いますので、なんとかつきそうですね。ぐるっと回って入り口まで行きます。正面玄関じゃないけど一応入れそうですね。でも正面から入った方がなんか池がきれいそうなんで、一旦ぐるっと回って正面から入り直します。すごいな、真緑の池ですね。多分正面から入ると奥にある橋みたいなところを歩けて、左右が湖というか池になってる、景色良さそうですね。じゃあちょっとぐるっと回っていきましょう。さあ正面入り口に回ってきました。ここがバプーオンですね。ちょっと看板があったんで看板まで戻りましょう。正面に回り込んできましたバプーオン寺院ですね。じゃあ入りましょう。このまっすぐの廊下がかっこいいですね。左右にはさっき横から見てた緑の池があります。すごいの見えてきた。この廊下の先に大きなバプーオン寺院。この道は空中参道と呼ばれているもので、アンコールワット建築の試作と言われているみたいですね。ここは2階3階4階建てくらいの、建築物みたいですね。ちょっと順番に上がっていきましょう。どこもそうだけど階段が急だな。人に懐いているお猿さん。ちょっと2階で探し物あったんですけど見つからなかったんで先に3階行きます。階段がすごい。ここもまっすぐに作られて綺麗ですね。この上の岩とかただ組み合わさってるだけなのかな。すごい技術ですね。当然鉄骨とかは入ってないんで石と石を組み合わせてるだけだと思うんですけど、綺麗に、たまに崩れてますけどほとんど崩れずに残ってるみたいですね。多分もう一個上まで登れると思いますんでちょっと階段探します。降りました。3階に登りましょう。こっちじゃなかった。こっちに階段ありました。ちょっと降りる方待ってから行きましょう。細かいレリーフがいっぱいありますね。よし、じゃあ登りますよ。とんでもない急勾配なんでしっかり鉄の柵をつかみながら一歩ずつ行きましょう。ここが頂上か。もうちょっと上ありますけどここは登れないでしょうね。ちょっとぐるっと回ってみましょう。景色がすごくいいですね。森の中に佇む寺院という感じで非常に静かでいいところです。ツアーだとここは入ってないんですかね。あんまりお客さんいないですね。頂上は四角い門みたいなものが飾られてて
あの門をくぐると異世界にワープしてしまいそうな、そんな雰囲気のある建物ですね。これ上りよりも下りがやばいです。めちゃくちゃ怖い。運動靴で来た方がいいですね。人々が戦ったりお祈りしたりしているレリーフがありますね。本当はこの2階部分の西側に、伝説、物語の題材となったモチーフがあるみたいなんですけど、ちょっと見つからないですね。ここがバプーオン遺跡最大の見どころと言われている寝釈迦像、寝ているお釈迦様の像ということですけども、皆さん分かりますでしょうか。多分映像だと分かんないかもしれません。この壁自体がちょっと波打ってるんですけど、その波で横たわって、ここが今頭で体がずっとあって横たわっているお釈迦様を表現してるみたいです。ちょっとインターネットで調べると写真にここら辺だよ、ここら辺が顔だよっていうのがマークしてあるやつあると思いますんで、そっちの方が分かりやすいかもしれません。今私肉眼で見る感じ、顔は確かに分かりますね。ここら辺が体になってますね。バプーオンも一通り見終わりましたんで、いよいよアンコールトム中心にある、バイヨン寺院に向かいます。バプーオンからすぐ近く、ここがアンコールトムの中心にあるバイヨン寺院です。いつもの入り口の看板ちょっと見当たらなかったんですけど、中に入ります。バイヨン寺院はジャヤバルマン7世が建てたと言われてるんですけども、この柱見えますかね。柱のところに微笑んだ顔が彫られてるんですね。でこの顔は、クメールの微笑みと呼ばれてまして、ジャヤバルマン7世が信仰してた観世音菩薩、日本でもいう観音様ですねの微笑みであるという説もありますけれども、王自身の顔であると、諸説あるというところですね。いろんなところに柱に微笑みの顔がついてますね。中は迷路みたいになってますね。バイヨン寺院は古代インド神話に登場するメール山、須弥山を象徴していると言われています。でそのメール山、須弥山というのは古代インドとは仏教の中で宇宙観として、神々が住まう、神様たちが住む場所ということらしいです。で当時のカンボジアはこの宇宙観を表現するっていうことに重要視されていたようなんですけど、ちょっとよく分かりませんね。このバイヨン寺院の外堀が海を表現、大海を象徴していて、城壁がヒマラヤを表現してるらしいんですけど、なかなか観光客には理解するのは難しいかもしれません。ちょっと私もよく分かんないまま見てます。微笑みの像は非常に癒されるのでいいと思います。マップありますけど、結局はぐるっと回るだけしかないのかな、ここは。柱には何度も見た踊る人たちのレリーフがいっぱいありますね。一通り見ましたんで、バイヨン寺院は終わりにしましょうか。お猿さんは器用にカフェラテか飲んでますね。賢いね。だいぶ遠くまで歩いてきちゃったんで、一旦バイクのところまで戻って、東側にある勝利の門と
死者の門っていうのを見に行きます。はい、バイク戻ってきました。こっからバイクで4分くらいかな。ビクトリーゲート。多分さっきアンコールトム横切ったんですけど、その時通ったもんだと思いますけど、まあ一回見に行きましょう。ここが東にある勝利の門ですね。戦争で勝利した兵士たちがここを通って帰ってきたと言われてます。狭いので車がもし来たら、順番に渡っていきます。でこの橋にはいつもの、ナーガの尻尾を綱引きしている神様たちがいっぱいいるっていう感じですね。外側から見るとこんな感じ。門の上に顔が彫刻されてますね。ここが死者の門ですね。戦争で亡くなった方々がここから外に出ていくという門らしいです。さっき象のテラスにあった象さんのモチーフがありますね。上には微笑みの顔がついてます。ここがちょっと観光としてはマイナーなのか、人が全然いないのと、あと道路が全然舗装されてませんので歩くのは結構大変そうですね。でバイクも道ガタガタなんで、行く場合は気をつけて走行してください。じゃあ一旦戻ってアンコールワットを目指しますか。これが南門です。でも門はどこもデザインは一緒ですね。デザインは一緒ですけども、南が一番保存状態良さそうですね。綱引きする人たちの頭がちゃんとあります。これとかすごい綺麗。さあ着きました。世界遺産アンコールワット。カンボジア旅行の目的地ですね。正確にはアンコール遺跡群として、さっきのアンコールトムですとかタプローム遺跡などと、一緒に世界遺産登録されてます。ここはスールヤ・バルマン2世、という王様によって建てられたんですけど、30年くらいかけて建設したみたいです。めちゃくちゃでかいですからね。ですごく綺麗に作られてます。クメール王朝の、ヒンドゥー教の寺院みたいですね。アンコールワットの中央には、メール趣味線ですね。さっきの、世界の中心、宇宙的な表現しているものがやっぱりあるみたいなんですけど、そういう難しいのはちょっとよくわからないんだけど、とにかく見に行ってみましょう。もう目の前に広がってます。ここメインの通りなんですけど、いやすごいですよ。左右を大きな湖が挟まれて、大きな湖に挟まれて、真ん中のこの参道っていうんですかね、たくさんの人が歩いてます。下に数字書いてあるな。なんだろう。いや、この池の大きさを見たらどれだけの規模なのかっていうのがわかるかと思いますけど、非常に巨大な寺院ですね。はい、入り口にはいつものナーがいますね。めちゃくちゃでかいですね。強そうなやつがいます。でここが入り口かな。お客さんたくさんいますね。柱にはやっぱり細かいレリーフが彫り込まれてますね。さっきの門をくぐった先にあるこっちが寺院の本体ですかね。もうしばらく歩きます。石畳の石が大きくて迫力ありますね。
なんか細かい建物がいくつかありますけれども、ちょっとなんだかは分かりません。正面じゃなく脇の池の方に人集まってますね。あそこがフォトスポットかもしれません。ちょっと行ってみましょう。なるほど、ここは池にちょうどアンコールワットが反射して綺麗に映ってますね。ここはいいと思います。この参道の途中にある建物はノーザンライブラリー、図書館みたいですね。反対側にはサウザンライブラリーが対になってあります。まあライブラリーといっても当然本棚があったりするわけじゃありません。ここアンコールワットの手前、テラスオブオナーというところらしいですね。まあ名誉のテラスなのかな、ちょっとわからん。さあ中に入ってきました。すごいな、天井も高い大きな建物ですね。なんだこれ、トゲトゲしてる。ここはホール・オブ・サウザン・ゴッズというホールになってるみたいで、たくさんの神様たちの彫刻があるんですかね。あれ、これ中央部分には入れないのかな、工事してるな。でも上に人いそうなんでどっかから入れるかもしれません。ちょっと回ってみます。壁の装飾も細かいですね。ここ見えるかな、この塔も外側に彫刻が、レリーフがたくさんあってとても美しいですね。裏側まで回り込めば登る階段ありました。登ってみましょう。ここから先は寺院なので、かぶり物は脱がないといけませんね。すごい急な階段だ。行きましょう。ここが頂上の景色です。すごい。ここから降りることができます。これ実際に見るとかなり大きいですね。迫力があります。なんか崩れちゃってるけどいろいろ彫刻されてるのがありますね。なんだろうな、これちょっと崩れてて分かりませんけども、車輪となんか人がいっぱいいますね。こんな階段だ。よし、ゆっくり降りていきましょう。よし、じゃあアンコールワットを出て最後に夕日を見に行こう。アンコールワット東側から入って夕日をバックにアンコールワット撮れるかなと思ったんですけど、なんか森みたいだな。大丈夫かな。もうちょっと近づいてみます。微妙に曇ってるけどギリギリ夕日撮れそう。夕日もいいけどやっぱり参道とともにアンコールワットが撮れる西側からの景色、朝日のタイミングが一番綺麗かもしれませんね。ただ朝日を見に行くとものすごい早起きになっちゃうから大変なんだよね。じゃあ夕日も撮り終わったんでバイクを返却して晩ご飯食べに行きますか。はい、バイク返却してきました。こちらのグリーン E バイクですね。バッテリーの減り具合から言うと35キロくらいだったので、こっちのちっちゃい方の電動自転車でも行けたかもしれませんね。こっちの電動自転車が
1日10ドルで40キロまで走行できるみたいです。で今日借りたのがこっちの電動スクーターで13ドルで70キロこれは走れるみたいですね。あとは16ドルで電動モーターサイクルっていうもっとバイクみたいなやつがあるみたいなんですけど、それはライセンスが必要だっていうことだったんで、旅行で使うには電動バイセコーか電動スクーターかなと思います。一応電動バイセコーもチャージスポットがあってチャージしながら走ることできるみたいなんですけど、チャージできなかったらちょっと不安だったんで、70キロ走れる電動スクーターにしました。ちょっと晩ご飯にはまだ時間が早いので、グリーン e バイクさんの隣にあるブラウンコーヒーに寄ってきます。はい。Can I have one ice americano? And big size, medium size, large size, sir? Large size, please. Would you like from here takeaway? In In here. here. Yeah. めちゃくちゃおしゃれなカフェですね。ケーキとかパンもあるみたいですね。いや、涼しくて快適だ。来ました。ラージサイズのアイスアメリカーノ 4.15 ドルですね。ちょっと高いけどおしゃれなカフェなんでこれくらいかなと思います。いや、今日暑くてだいぶ疲れましたね。朝9時から今18時くらいなんで、約9時間、遊びました。アンコール遺跡群、だいたい主要部分は見れたかなと思います。冷えてて美味しいですね。そういえば朝説明しなかったんですけど、 e バイク借りるときにパスポート1回預ける必要があります。で、返却したときにパスポート返ってきます。なのでパスポートを使うホテルのチェックインとかは先に済ませておかないとパスポートが手元にないっていう状態が1日続きますのでご注意ください。ホテルには先にチェックインしておいて、それから借りに行くのがいいですね。アンコールワット遺跡群のチケットセンターでチケットを買うときはパスポート必要ありませんので、そこは大丈夫です。バイク3日間とか借りる人は3日間ずっとパスポートを預けっぱなしになっちゃうと思いますので、ホテルのチェックインの順番とか計画的にやった方がいいですね。なんかもう外暗くなってきちゃいましたね。じゃあこれから歩いてオールドマーケットまで行きます。20分くらいですね。今日こそアモック挑戦してみましょう。珍しくここは歩行者用の信号がありますね。やっぱ大通りは信号あるのかな。なんかお祭りですかね。人が集まって踊っていますね。健康器具広場もすごい人だかりですね。みんな一生懸命運動してます。なんだこれ、めちゃくちゃ人いる。オールドマーケットに到着しました。ここは洋服が売ってるところかな。他にも多分いろいろあると思いますので、ちょっと歩いてみましょう。ここから中に入れる感じだね。アクセサリーとか絵も売ってますね。でも T シャツとか洋服が多いのかな。お土産も結構ありますね。シルバーアクセ、あと香辛料も結構あるみたいだね。こっちは宝石エリアかな。スカーフとタイパンツみたいなのも売ってますね。いろいろあるな。どれくらいするんだろうな。なんか生臭いな。これはお魚、エビ、食品の市場だ。
げえな、結構ローカルな感じで面白いけど結構生臭いね。食堂もある。いいね。ああ、アンコールワットの T シャツか。いいね。わあ、すごい。仏像みたいのがずーっと並んでますね。日用品からお土産までいろいろあるみたいなんで、歩いてるだけで楽しいですね。わ、なんだこれ。干物。ソーセージとか、お魚の干物か。なんかヘビみたいなのも干してあるけど、あ、違うか、魚だ。じゃあちょっとそろそろ晩ご飯探しに行きますか。うわ、美味しそう。なんかお肉を焼いてますね。お肉。is it beef? This one. Okay. Beef one please. なんかここの屋台で美味しそうなビーフの串焼きかな、買ってみました。ちょっと食べる場所探します。ここでいいか。ビーフ串いただきます。美味しいですね。なんだろうこれ。醤油とは違うけど、なんかちょっと辛味噌というか甘辛味噌みたいな、味で美味しいです。2000リエルだったから、まあ、0.5 ドルくらいかな。安いです。美味しかったですね。まあでもちゃんとレストラン探して晩ご飯にしましょうか。どこでもいいんだけど、今日はアモックが食べたいんですよね。なんか小さいお店だとなかなかアモック置いてないみたいで、もうちょっと大きなレストラン探します。タバコ1ドル。タバコってそんなに安いんでしたっけ？ちょっとわかんないけど、1ドルは安すぎる気がする。本物なのかな。このお店アモックありそうですね。テイストオブクメール。ここにしましょうか。ある。そこそこにぎわってますね。Thank you。じゃあここでアモックをいただきましょう。お水無料で出てきました。ドリンクもかなり安いですね。コーラ、セブンアップ、ファンタですとか、まあ全部1ドルですね。お水は 0.5 ドル。メニューもいろいろあるんですけど、スプリングロール、フレッシュスプリングロール生春巻きかな ?1 ドル。ガーリックブレッド 1.5 ドル。フレンチフライも1ドル。めちゃくちゃ安いね。フライドライスも 1.5 ドルなんだ。アモックだけじゃなくて他もちょっと頼んでみますか。Can I have chicken amok and deep fried alligator and one coke, please. That's all. なんかワニの唐揚げありましたんで頼んでみました。楽しみですね。ワニ食べるの初めてです。先にコーラ来ましたのでいただきます。最後です。お店は結構おしゃれな感じですね。明るくて広くて開放感があります。夜はエアコン効いてなくても涼しくて快適ですね。昼は結構暑かったです。Thank you。
来ました。アモック。はい、これがアモックです。ココナッツとカレーペーストを煮込んで、これはチキンですね。チキンを入れて、なんか卵でふわふわに仕上げたやつみたいです。ライスと一緒にいただく感じですね。じゃあいただきます。ココナッツカレーみたいな味わいですね。美味しいです。ちょっとココナッツ苦手なんですよ。アイスには合わないかな。最高です。ワニの唐揚げも来ました。これがディープフライドアリゲーターですね。結構量多いな。スイートチリソースみたいなやつとセットになってます。じゃあディープフライドアリゲーターいただきます。美味しいんですけど、肉がめちゃくちゃしぶとくてなかなか噛み切れないですね。もうむっちりしてます。むっちりしたお肉好きなんで、これ結構いいですね。これ一口一口がすごい時間かかって顎が疲れますね。頑張りましょう。ごちそうさまでした。アリゲーターは肉の倍以上衣を厚かったんで、ちょっと衣外して食べちゃったけど美味しかったですね。ちょっと顎は疲れました。今日は洗濯したいんでちょっと早めにホテル戻ります。歩いて10分くらい。昨日と同じスーパーで水買いました。 0.25 ドル、安い。カンボジアあんまりクレジットカード使えるところなくて、基本現金払いになりますんで、現金両替しておいた方がいいと思います。あと大きな紙幣、100ドル紙幣みたいなものはなんかお釣りがないのかちょっと嫌がられるみたいなんで、10ドル札、大きくても20ドル札、用意しておくといいと思います。いや今日たくさん歩きましたね。明日は朝からツアーでトンレサップ湖に行きます。ホテルまでお迎え来てくれますんで楽ですね。はい、今日も一日お疲れ様でした。明日はトンレサップ湖と、ベンメリア遺跡というところに行きます。ではありがとうございました。おやすみなさい。Excuse me? This car doesn't working. Hello, I would really confirm your Thank you. guest booking. This time just for ルームキーが動かなくなってましたんで手続きしてもらいました。それではまた明日、おやすみなさい。出発。おお、うわー、すごい迫力。よくわかりませんけど